旅行や大荷物の時に便利なキャリーバッグ。帰宅したらすぐに荷物を片付けたいところですが、何を踏んできたかわからないので、このまま家に持ち込むのはちょっと躊躇しますよね。ダイソーに車輪ソックスっていうタイヤカバーがあることは知っていたんですが、基本的にズボラゆえ、それ自体を洗う手間が面倒かもなぁと仕方なくその都度ウェットティッシュで拭いていました。ただ拭いても拭いてもエンドレスに汚れが取れない時があって、汚れなのかタイヤの色なのか、キリがないので適当なところで切り上げるんですが、床や壁が汚れたら嫌だなぁと思っていました。そんな折に SNS で見てこれだと思ったのが、100均のイヤーキャップを使うアイデアです。イヤーキャップはその名の通り耳をカバーするアイテム。主に髪を染めるときに使えますよね。どこの100均にもあると思うんですが、ダイソーで16組入り110円を購入しました。ゴム付きのビニール素材で広げるとこんな感じです。これなら数回は繰り返し使えるし、汚れたら気軽に捨てられますよね。ということで早速かぶせてみました。ちょっと緩いかなと思ったんですけど、家の中でカバーするだけなら十分です。逆に言えば余裕があるので、少し大きめの車輪でも使えそうな気がしました。何より洗う手間がないのもいいです。ほんとこれ思いついた人天才。おかげで汚れを心配することなくクローゼットに収納することができます。そろそろ衣替えの季節ですね。シーズンオフの衣類はしまう前に洗いたいけど、お家で洗って大丈夫なのか、はたまたクリーニングに出した方がいいのか、洗濯表示をチェックするものの知らないマークがあったりして迷う時はないですか？私は今までネットで検索して調べたりとかしていたんですけど、もっと簡単な方法がありました。iPhone のカメラで洗濯表示を撮影して、撮った画像を開いて下にある i マークをタップ。すると調べるという項目が表示されるので、タップすれば選択表示の意味が詳しく表示されるんです。これなら一気に確認できるのですごく便利ですよね。もしこの時タグの選択表示よりも項目が少ない時は、右上の表示を増やすで全てのマークが表示されます。しかしiPhone 画面の白飛びがひどくてすいません。この iPhone の画像を調べる機能っていうのは i マークにキラキラがついている時に使えます。選択表示の他にも動物や植物なんかも調べられるみたいです。試しに姫の画像で調べてみたところ、正しい猫種が表示されました。ただ残念ながらこれは iPhone のみの機能なんですよね。私が試した限り Google レンズでは選択マークの意味までは表示されませんでしたが、Yahoo ブラウザーには選択マーク検索という機能があるらしいので、Android の方は Yahoo ブラウザーで試してみてください。気がつけばあと数ヶ月で大掃除の季節でもありますよね。久しぶりに家具をどけると、意外と壁紙が汚れていることに気がつくことがあります。はい、ということで買ってきました。ダイソーのほこり取り110円です。インスタや X などでもちょいちょい見かけるので、すでにご存知の方も多いかと思いますが、この衣類のほこり取りグッズが壁紙の汚れ落としに最適なんだとか、細かいコシのあるブラシがプロが使う洗浄のシートに似ているそうで、壁紙の細かい凹凸にしっかり入り込んで汚れをかき出してくれるんだそうです。ほこり取りブラシ自体は昔からある商品なので、別にダイソーのじゃなくてもいいと思います。ただダイソーのは本体にあるボタンを押すとブラシ部分が回転する仕組みになっているので、右手でも左手でもワンプッシュでスムーズにホコリを取ることができます。110円なのに優秀ですよね。はい、では壁の汚れが本当に落ちるのか試してみたいと思います。アルカリ電解水をブラシに吹きかけて、気になる汚れの部分をこすってみました。結論から言うと、劇的に落ちたっていう感じはなくて、ブラシの縁が邪魔をして一番ひどい汚れの部分に届かなかったっていうのもあるんですけど、動画でわかるほどの結果は得られませんでした。やり方が悪いのかなと改めて確認したところ、このブラシの下の矢印の方向にこするのが正解らしいです。今度はもう少しわかりやすい汚れで再挑戦してみます。
これは家具が擦れて着色してしまった汚れです。同じくアルカリ電解水を吹きかけて矢印の方向にこすってみました。この矢印マークが小さすぎて正しい方向なのかちょっとね不安にもなったんですけど、矢印の方向だとザラザラとした手の感触があるんですよね。反対だとツルツルとして手応えがなかったので、そういう手の感触で方向の違いが分かりました。はい、5分こすった結果がこちら。どうですかね。完璧には落ちてないんですけど、濃い部分以外はかなり薄くなったと思います。あとは換気口周りのうっすらとした黒ずみもやはりねちょっと動画では分かりにくいんですけど、ちゃんと落とすことができました。アルカリ電解水は手垢や皮脂汚れ、油汚れに強いので、ほこり取りブラシとの相乗効果でキッチン周りの壁紙の汚れがすごく落ちたっていう口コミもありました。もし諦めてる壁紙の汚れがあったら、これは試す価値はあるんじゃないかと思います。例えばコンビニなどでコーヒーを2つ買った時、ちょっとこれコーヒーじゃないんですけど、コーヒーだと思ってみてください。普通に袋に入れると不安定でこぼれないか心配になりますよね。そんな時はまず1つを入れた後に袋を真ん中でひっくり返してちょっと形を整えてからもう1つを入れると安定します。これは覚えておくと便利そうだなと思いました。はい、お次は洋服のタグをハサミなしで切る方法を何パターンかご紹介したいと思います。SNS とかで一番よく見かけたのはタグの台紙を活用する方法。台紙を外して何回か折って山折りになった部分に紐を引っ掛けて、あとは勢いよく引っ張るというやり方です。これでなかなか切れないなっていう時は折った台紙で紐を挟んでまた同じく勢いよく引っ張ってちぎるっていう方法もあります。コツは勢いよく引っ張ることだそうですが、これはねなかなか力がいるんですよね。で、私が個人的に一番楽だったのは紐にペンをくぐらせてひたすらくるくる回す方法です。回し続けてるとプチンと手応えを感じるので切れたのがわかります。服の方にネジネジになった紐は残るんですけど、それは簡単に取れるし力がいらないのがいいなと思いました。でもこれってペンが必要ですよね。道具を使わないのが目的なのにこれでは本末転倒ですとそこで思いつきました。要はくるくる回せば切れるんだから別にペンじゃなくてもよくないと思って台紙をペン代わりに使ってみたらこれが大成功。台紙を縦に丸めてペンと同じ要領で紐に通してくるくると回します。やがてプチンという手応えとともにタグの紐をカットすることができました。この方法なら力もペンもいらないしペンより短いので回しやすかったです。我ながらナイスアイディア。ちなみに SNS で見かけたもう一つの方法でこの紐の先端を引っ張り出して再び反対側から穴に通して外すっていう方法もあったんですけど、これはユニクロのタグではできませんでした。紐の留め具が円錐のタイプだったらこれができるみたいです。そして靴下を買うと必ずついてくるタグピン。靴下を束ねるためについている小さなナイロン製の紐のことですね。このタグピンもくるくる回すとハサミを使わずに切れるそうです。本当はねタグピンを手で持って靴下をぐるぐるぐるっていう風に回すんですけど、うちには猫がいるのでもし万が一取れたタグピンが飛んで行方不明になると誤食の不安がよぎるため今回はやめておきました。もし気になる方がいたらぐるぐる回してみてください。ということでさっきからね手で回してみてはいるもののこのぐらいの回し方では切れませんでした。もう諦めてハサミで切ることにします。ちなみに3足セットとかだとギュッと詰まっていて余裕がないのでうっかり靴下まで切っちゃったなんてことがないように束ねてある靴下の真ん中あたりを開いてカットした方が安全かなと思います。
余談ですが、撮影のために買ったこの靴下はダイソーでなんと3足で220円でした。ちょっと安すぎてびっくりしました。はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画で。